様こんにちは、せいなです。今回は2023年秋冬に発売された新作のデバコスファンデーション7種類を比較していきます。新作ファンデーションの比較についてたくさんのリクエストをいただいておりましたので、今回の動画では資生堂やカネボウ、マックなどの新作の中でも特に人気の7種類をカバー力別に分けて仕上がりや塗り心地、自然光での見え方、そして4時間後のマスク崩れについて比較しながらご紹介していきます。どのファンデーションがどんなタイプの方におすすめなのかご紹介していきますので、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。また、今回ご紹介する7種類のファンデーションのアイテム詳細などはそれぞれ動画をアップしておりますので、もっと詳しく知りたいという方はぜひチャンネル登録して個別動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、資生堂エッセンススキングローファンデーション、ルナソルカラーオイルセラム、カネボウコンフォートスキンウェア、アディクションザ・ファンデーションリフトグロー、スックザ・ファンデーション、マックスタジオラディアンスセラムファンデーション、そして RMK ラスティングジェルクリーミーファンデーション、以上の7種類です。まずは各ファンデーションのカラーについてご紹介していきます。ルナソルアディクションマック RMK は標準色、資生堂は標準よりも1つナチュラルでニュートラル寄りのカラー、カネボウは標準よりも1つ明るいカラー、そしてスックは標準よりもイエロー寄りのカラーを使用しています。こうして比較してみると、今回のファンデーションの標準色は全体的に赤みが強いカラーが多いと感じました。ルナソルや RMK などはいつもよりも黄身を抑えた色出しに変えているとのことだったので、全体的に黄身を抑えたカラーに移行しているのかなという感じがしました。まず今期の新作ファンデーションの大きな特徴についてまとめると、なんといってもどのファンデーションにも高い美容成分が配合されていたり、美容液ファンデーションと呼ばれるような、つけている間もしっかりとスキンケア効果も感じられるようなタイプのファンデーションがとても多かったです。乾燥が気になる肌タイプの方にはもちろん、崩れにも強いけれどしっかりとした保湿感やスキンケア効果も感じられるというタイプもあったので、これからの秋冬シーズンに向けてとても使いやすいアイテムばかりなんじゃないかなという印象でした。そしてもう一つの特徴は、昨年発売された秋冬の新作ファンデーションよりも全体的にカバー力がアップしているなというふうに感じました。ナチュラルカバーのアイテムでも重ねていくことでカバー力が高まったり、ファンデーションの密着力が高いタイプも多かったので、厚ぼったさのない自然な肌に仕上がるけれど気になる部分もある程度しっかりとカバーしてくれるというアイテムが多いなという印象でした。この全体的な特徴も踏まえて7種類を比較していきたいと思います。続いて今回の比較方法についてご紹介していきます。下地はファンデーションの仕上がりに影響が出にくいこちらのイヴ・サンローランボーテのビュアショットエアリーライト UV50 を使用して、7つの中でカバー力がナチュラルな順に半眼ずつにファンデーションを塗ってそれぞれの特徴をご紹介していきたいと思います。それでは早速1つ目の比較はこちら、資生堂のエッセンススキングローファンデーションとルナソルのカラーオイルセラムです。まずはこちら側半分に資生堂を塗っていきます。資生堂は今期の新作ファンデーションの中でもかなりナチュラルなタイプで、一度塗りの時点だとカラー補正効果のある下地くらいの仕上がりですが、重ねていくことで素肌の透け感も残るようなナチュラルなカバー力に仕上がっていきます。それでは早速塗っていきます。まず質感としてはこんな感じで、クリームやオイルといった重たい質感ではなく、美容液のような
軽くてみずみずしい保湿感がこちらの資生堂のファンデーションの大きな特徴でした。みずみずしさがあるタイプなので、肌表面の乾燥が気になる時にも問題なく塗れますが、ベタつき感や重さも感じないタイプなので、皮脂が気になる肌タイプの方にも安心して使っていただきやすいのがポイントです。はい、資生堂のファンデーション、一度塗りだとこんな感じのカバー力です。下地のみの方と比較すると、資生堂のファンデーションのカバー力のナチュラルさがよりわかりやすいかなと思います。ただ、ここから重ねていくと、こんな感じで、美容液のようなみずみずしさはありますが、肌に素早くフィットしてくれるタイプなので、重ねていくことでファンデーション同士がしっかりと馴染んでいって、気になる部分などもある程度カバーしてくれるような、ミディアムカバーくらいに仕上げることもできます。肌っぽさが残るような自然な質感に仕上げたいという方におすすめです。はい、こちら側半分に資生堂のファンデーション、何度か気になる部分にしっかりと重ねていきました。重ねていくとこんな感じで、素肌っぽさは残しつつも、毛穴や凹凸、そして赤みや色ムラなどもある程度カバーしてくれるようなカバー力も得られるタイプです。そして近くで見てもこんな感じで、ファンデーションのテクスチャーがそのまま仕上がりに現れているような、美容液で保湿をした後のような厚ぼったさのないつるんとしたツヤがとても綺麗ですよね。重さのないスキンケア後のようなツヤ肌に仕上げたいという方にとてもおすすめなファンデーションです。距離があるとよりこのファンデーションのつるんと感とツヤ感がわかりやすいと思います。ではこちら側には資生堂を残したまま、反対側にはこちらルナソルを塗っていきます。ルナソルは資生堂と比較をすると若干カバー力が高いですが、こちらも一度塗りでしっかりとカバーをするタイプというよりも、重ねていくことでミディアムカバーくらいのカバー力を得られるタイプです。ルナソルも反対に塗っている資生堂と同様、みずみずしくて軽いテクスチャーなところはよく似ていますが、ルナソルはみずみずしくて軽いスキンケアのオイルのようなテクスチャーが特徴なファンデーションです。はい、こちら側にルナソルのカラーオイルセラム、まずは一度塗りで仕上げてみました。一度塗りの状態だとこんな感じで、資生堂の一度塗りの時点よりは少しカバー力は高いかなという感じはしますが、やはり赤みや色ムラなどは透けるようなナチュラルな仕上がりです。ここから重ねていきたいと思います。ルナソルもファンデーション自体はとても軽いテクスチャーですが、重ねていくことでこんな感じでツヤ感が増しながらもしっかりとカバー力もアップしていきます。はい、ルナソルのファンデーション、気になる部分に何度かしっかりと重ねていきました。何度か重ねていくとこんな感じで、資生堂とルナソルはだいたい同じくらいの程よく素肌の透け感も残るようなミディアムカバーに仕上がっていきます。そして仕上がりとしてもルナソルもスキンケア後のようなつるんとしたツヤ感が出ているので、カバー力やツヤの仕上がりイメージは資生堂とルナソルはよく似ていると思いますが、肌表面の触り心地が全然違くて、資生堂は塗りたてからファンデーションのベタつき感を感じさせないつるんとした滑らかな仕上がりになるのに対して、ルナソルは軽くてみずみずしいオイルでしっかりと保湿感を閉じ込めてくれているような仕上がりなので、みずみずしくて軽くて乾燥が気になる肌の上にも伸ばしやすいというところはよく似ていますが、ベタつき感を抑えたいという方は資生堂がおすすめ。オイル感でしっかりと保湿感を閉じ込めたいという方はルナソルがよりおすすめです。それぞれアップで比較するとこんな感じです。どちらも程よく素肌の透け感が残る感じや綺麗なツヤが出ているところはよく似ていると思うので、この2つは質感のお好みで選んでいただきやすいのかなという印象です。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもスキンケア後のような綺麗なツヤ肌なのと、カバー力もやはり大体同じくらいに見えますよね。そして4時間後のマスク崩れについて比較するとこんな感じでした。資生堂は美容液のような保湿感もしっかりと保ってくれるのに、汗崩れ、皮脂崩れにとても強いのが大きなポイントで、
乾燥も気になるけれど汗や皮脂崩れも防ぎたいという方にかなりおすすめ。反対にルナソルはオイルによって保湿感を閉じ込めてくれるので長時間潤いが続くイメージでした。皮脂が気になる肌タイプの方と今の時期に使うとまだ皮脂が出てくる感じが気になりましたが、ファンデーションが薄まってしまったりベタつきが出るということはなかったので、下地やパウダーなどで調整するのもいいのかなと思いました。資生堂とルナソル、それぞれ比較してみるとこんな感じでした。どちらも乾燥が気になる肌の上でもスルスル伸び広がってくれる感じや、スキンケアをしているような感覚で使える保湿感、そしてカバー力やツヤのイメージなど比較してみると意外と似ているところが多かったですが、資生堂は美容液のようなみずみずしい保湿感で肌表面のベタつき感がなく、時間が経っても汗や皮脂崩れに強いのが大きなポイント。反対にルナソルはみずみずしいスキンケアオイルのような保湿感で、オイルによって保湿感を閉じ込めてくれて長時間乾燥が気になりにくいタイプでした。続いて比較していくのはこちらの2つです。カネボウのコンフォートスキンウェアとアディクションのザ・ファンデーションギフトグローです。こちらの2つは先ほどご紹介した資生堂やルナソルよりも少しカバー力が高めの、一度塗りでもミディアムカバーくらいのカバー力を得られるタイプです。ではまずこちら側にカネボウを塗っていきます。カネボウのテクスチャーはこんな感じで、こちらは下地なしでも使えるタイプのファンデーションですが、下地を塗っていない状態の肌にもスルスル伸びてムラにならないのに、塗りたてから全くベタつき感を感じさせないようなさらっとした肌に仕上げてくれるところが大きなポイントです。綺麗に肌に馴染んでくれます。はい、こちら側半分にカネボウのファンデーション、まずは一度塗りで仕上げてみました。一度塗りでもこんな感じで、ある程度の赤みや色ムラはカバーしてくれるようなカバー力があるタイプです。さらにここから重ねていきたいと思います。重ねていくとこんな感じで素早く肌に馴染んでいくので、厚みが出ることなくしっかりとカバー力が増していきます。はい、こちら側にカネボウのファンデーション、気になる部分に何度かしっかりと重ねてみました。重ねることで結構しっかりとしたカバー力も得られるタイプですよね。そしてこちらのファンデーションの仕上がりの大きな特徴としては、なんといってもツヤツヤしすぎてしまったりマットに寄りすぎてしまったりしない素肌のような質感のまま、気になる部分をしっかりとカバーしてくれるところです。近くで見てもこんな感じでかなり素肌っぽい質感のまま、毛穴や凹凸も綺麗に埋めてカバーしてくれるようなタイプなので、素肌のような質感を保ったまま気になる部分だけカバーしたいという方にとてもおすすめです。そして肌表面も塗りたてからファンデーションの油分感を全く感じさせないようなさらりとした質感に仕上がっていて、こちらのファンデーションは下地もパウダーも不要で仕上げられるタイプですが、皮脂が気になる肌タイプの私でもパウダーなしでも快適に過ごせたくらい、ベタつきにもかなり強いタイプです。ではこちら側にカネボウを塗ったまま、反対側にはアディクションを塗って比較していきます。アディクションは少し重さのある膜感のあるテクスチャーが特徴です。先ほどまでにご紹介した4つの中で一番重さは感じますが、ファンデーションの粉体感を全く感じないタイプなので、しっとりとした膜感で肌を保護しつつも、ファンデーションが厚ぼったくなってしまったり、毛穴や凹凸にファンデーションの粉体がたまるということがない、とても使いやすいタイプです。はい、こちら側半分にアディクションをまずは一度塗りで仕上げてみました。一度塗りでも反対に塗っているカネボウとだいたい同じくらいのミディアムカバーな仕上がりです。さらにこの上から重ねていきたいと思います。重ねていくとこんな感じで、肌に吸い付くようなテクスチャーがどんどんしっかりと気になる部分をカバーしていってくれます。はい、こちら側にアディクションのファンデーション、気になる部分に何度かしっかりと重ねてみました。アディクションのファンデーションも重ねていくことでこんな感じで、より毛穴や凹凸を滑らかにつるんと整えてカバーしつつ、
しっかりと赤みや色ムラも気にならないようにカバーしてくれます。そしてアディクションのファンデーションの仕上がりの大きな特徴は、このリフトアップしたようなつるんとしたハリツヤ肌です。少し重さと膜感のあるファンデーションが肌に吸い付くようにフィットしてくれるので、重ねていくことでこのつるんと感と張り感がどんどんアップしていきます。近くで見てもファンデーションの粉体感を感じさせないので、厚ぼったくなってしまったり、毛穴や凹凸にファンデーションの粉体が溜まってしまうという感じもしないところがとても使いやすいポイントです。それぞれアップで見るとこんな感じです。どちらも赤みや色ムラ、そして毛穴や凹凸をカバーしてくれているカバー力などはとてもよく似ていますが、仕上がりの質感が全然違いますよね。はい、外の自然光で撮影しています。どちらも自然光で見てもある程度のカバー力があり、とても綺麗ですが、カネボウの素肌のような質感とアディクションのハリツヤ肌の違いがかなりわかりやすいと思います。それぞれとても綺麗ですよね。カネボウとアディクションは重ねていても厚みや重さが出ないのに、しっかりと毛穴や凹凸、そして赤みや色ムラなどをカバーしてくれるところはよく似ていますが、カネボウはツヤツヤしすぎたりマットに寄りすぎない素肌のような仕上がり、アディクションはリフトアップしたようなハリツヤ肌仕上がりという仕上がりの違いがありますよね。そして4時間後のマスク崩れについて比較するとこんな感じでした。カネボウは下地パウダーなしで過ごしても全然皮脂が気にならないくらい汗や皮脂にかなり強いタイプです。崩れ対策をしっかりとしたいという方に特におすすめです。反対にアディクションは塗りたてのような保湿感がしっかりと持続するタイプで、汗やテカリには強いですが湿度に少し弱い印象でした。続いては先ほどのカネボウとアディクションよりもさらにカバー力が高いこちら、スックのザ・ファンデーションとマックのスタジオラディアンスセラムファンデーションを比較していきます。まずはこちら側にスックを塗っていきます。スックはこんな感じで軽くて伸びのいいクリームテクスチャーが肌にスッと馴染んで、重さのない滑らかさを感じるようなテクスチャーです。一塗りでもこんな感じでしっかりと赤みや色ムラなどの気になる部分をカバーしてくれます。はい、こちら側半分にスックのザ・ファンデーションをまずは一度塗りで薄く全体に塗ってみました。一度塗りの時点でもこんな感じで、下地のみの方と比較すると赤みや色ムラなどをしっかりとカバーしてくれている感じがわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで毛穴や凹凸もしっかりとカバーしてくれていますよね。さらに重ねていきたいと思います。軽いクリームテクスチャーなので重ねていっても重たさは出ないですが、こんな感じでタップしていくとどんどんつるんとしたツヤ感がアップしていきます。はい、こちら側にスックのザ・ファンデーション、気になる部分に何度かしっかりと重ねてカバーしてみました。重ねることで先ほどよりもさらにカバー力がアップして、近くで見てもこんな感じで気になるニキビ跡などの部分もしっかりとカバーしてくれています。そしてこちらのファンデーションの特徴は何といってもこのつるんとした毛穴レスなツヤ肌仕上がりで、毛穴や凹凸感を感じさせない滑らかなつるんと感がとても綺麗ですよね。ただ滑らかなクリームテクスチャーでしっかりと保湿感も感じられるタイプですが、パウダーを塗る前でもツヤツヤしすぎていないというのもポイントで、スックらしい大人のツヤ肌といった感じの仕上がりです。ツヤツヤしすぎない毛穴レスな自然なツヤ肌に仕上げたいという方にかなりおすすめです。ではこちら側にはスックを塗ったまま、反対側にはマックを塗っていきたいと思います。こちらのマックのファンデーションは美容液ファンデーションと言われているタイプの中ではかなりカバー力が高いです。ファンデーション自体はクリーミーでしっかりと保湿感も感じられますが、かなり密着力が高いタイプなので、今回ご紹介している他のファンデーションと比較すると肌表面の乾燥が気になる時には少し塗りにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。ただこんな感じでしっかりと肌の上に伸ばしていけば、ファンデーションがパサパサになってしまうということもなく、乾燥肌の方にも問題なく使いやすいです。
はい、こちら側には MAC のファンデーションをまずは一度塗りで薄く仕上げてみました。MAC のファンデーションは一度塗りでも何度かしっかりと重ねたスックとだいたい同じくらいのカバー力が得られたタイプだったので、こちらは今期に発売されたファンデーションの中でもかなりカバー力が高いタイプなんじゃないかなと思います。近くで見てもこんな感じでしっかりと毛穴や凹凸、赤みや色ムラなどをカバーしてくれます。ここからさらに重ねていきます。重ねていくとピタッとした密着感で、下に塗っているファンデーションと上から重ねるファンデーションがどんどんしっかりと密着していってカバー力がアップしていきます。ファンデーション自体が重たくなってしまうほどハイカバーというタイプではないですが、この密着感のおかげでカバー力がアップして見えるタイプです。はい、こちら側には MAC のファンデーション、気になる部分に何度かしっかりと重ねて仕上げてみました。MAC のファンデーションは重ねていくことでよりカバー力がアップして、近くで見てもこんな感じで毛穴や凹凸を埋めて滑らかにカバーしてくれるようなタイプです。そしてこちらの MAC のファンデーションの最大の特徴は、このつるんとしたむき卵のようなツヤ肌です。反対側に塗っているスックも同じく毛穴レスなつるんと肌ですが、スックはツヤツヤしすぎない軽やかで自然なつるんと肌といった感じのイメージなのに対して、MAC はファンデーションの厚みのあるテクスチャーがそのまま仕上がりにも出ているような、より立体感を感じるようなむき卵のようなツヤ肌に仕上がっています。どちらもしっかりと保湿をしつつも毛穴や凹凸を自然に埋めてくれて、つるんとした毛穴レス肌に仕上げたいという方におすすめですが、より自然で軽やかな印象に仕上げたい方はスックがおすすめ、よりつるんと感とツヤ感をしっかりと感じたいという方は MAC がおすすめです。そしてパウダーを塗る前の肌表面も、スックは内側にしっかりと保湿感を抱え込んでいるような肌表面のベタつきは気になりにくい滑らかな質感に整っているのに対して、MAC は少し重さのある保湿感で肌をしっかりと保護してくれているような感じがするので、この保湿感の違いのお好みで選んでいただくのもいいんじゃないかなと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。どちらも毛穴レスの仕上がりがとても綺麗ですが、ツヤと質感の違いが分かりやすいですよね。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも毛穴レスなつるんと感がとても綺麗ですが、やはりこうして比較してみると MAC のカバー力の高さとそれぞれのツヤのイメージの違いが分かりやすいと思います。そして4時間後のマスク崩れについてはそれぞれこんな感じでした。スックは時間が経っても乾燥することがなく保湿感が保たれるタイプで、皮脂が気になる肌タイプの方には今の季節だと全体的にテカリが出てくる感じが少し気になりました。反対側に塗っている MAC も高い密着感で少し塗りにくいかもと感じるテクスチャーに反して時間が経ってもしっとり感が持続してくれました。こちらはかなり高保湿だったので、皮脂が気になる肌タイプの方は下地やパウダーなどでの調整が必要かなという印象です。それでは最後、こちら側には MAC を残したまま、反対側にはこちら RMK のラスティングジェルクリーミーファンデーションを塗って比較していきます。RMK は少量でもかなりしっかりとカバーをしてくれるタイプで、今回ご紹介している7種類の中で一番カバー力が高いタイプです。こんな感じの滑らかなジェルクリームテクスチャーで、ハイカバーのタイプなのに指が止まることがなく、スルスルと肌の上で伸ばしやすいところが大きなポイントです。はい、こちら側半分に RMK をまずは一度塗りで仕上げてみました。一度塗りの時点でも今回ご紹介している中でもカバー力が高い MAC を何度か塗り重ねた方とあまり変わらないくらいのしっかりとしたカバー力を得られるタイプです。ただこちらもこんな感じでハイカバーなタイプですが、先ほどご紹介したアディクションと同様のファンデーションの粉体感を感じさせないような滑らかなテクスチャーなので、近くで見ても厚塗り感は全然出ていないですよね。さらに重ねていきたいと思います。ハイカバーなのに本当に滑らかで塗りやすいので、他のファンデーションと同じくらいの量を一気に塗ってしまうとかなり厚みが出てしまうので、少量ずつ塗って仕上げていくのがポイントです。カバー力が高いのにここまで塗りやすいファンデーションは
なかなか珍しいんじゃないかなと思います。はい、こちら側には RMK を何度かしっかりと重ねてカバーしてみました。近くで見てもこんな感じで、しっかりと赤みや色ムラ、そして気になるニキビ跡などもカバーしてくれるようなハイカバータイプなのに、滑らかで塗りやすいジェルクリームテクスチャーというところが、カバー力と塗りやすさを両立させたいという方にかなりおすすめなタイプです。ファンデーションの粉体感を感じさせない滑らかなタイプなので、カバー力が高いタイプのファンデーションを使うと、毛穴や凹凸にファンデーションが溜まるのが気になるという方にもとてもおすすめです。仕上がりとしてはこんな感じで、顔の中心に程よく光を集めてくれるようなフロストマット肌という、今期の中では比較的ツヤ感は抑えめな仕上がりですが、重たいマット質感というタイプではないので、ツヤツヤしすぎるタイプは苦手だけれど、程よいツヤ感も欲しいという方にとても使いやすいんじゃないかなと思います。これだけしっかりとしたカバー力があるのに、塗っている間も重さは感じなくて、肌表面はみずみずしいジェルクリームでしっかりと内側から保湿されているような感じに仕上がっています。それぞれアップで比較するとこんな感じです。MAC もかなりカバー力が高いタイプだなと感じましたが、やはり RM 系の方がさらにしっかりと気になる部分をカバーしてくれている感じがします。はい、外の自然光で撮影しています。今少し曇ってきてしまったので、先ほどよりもツヤ感がしっかりと出るという感じではないですが、それでも MAC のつるんとしたむき卵のようなツヤ肌に対して、RMK は自然な光が集まるようなフロストマット肌という感じの質感の違いが分かりやすいと思います。そしてやはり RMK は MAC よりもさらにカバー力が高い感じがします。そして4時間後のマスク崩れについてはこんな感じでした。軽さのあるジェルクリームの保湿感がしっかりと持続してくれるタイプなので、乾燥が気になる肌タイプの方にもかなりおすすめです。ハイカバーのタイプなのに、よれや摩擦による崩れにはとても強かったですが、塗りたてよりもテカリが出てくる感じが少し気になるので、皮脂やテカリが気になる肌タイプの方は、こまめな直しが必要かなという印象です。7種類の仕上がりを比較するとこんな感じです。はい、ではこんな感じで2023年秋冬に発売されたデパコスの新作ファンデーション7種類をカバー力別に比較していって、それぞれの特徴についてご紹介していきました。最後に香りについてご紹介すると、こちらのスック、ルナソル、アディクション、そして RMK、MAC は全て原料のような香りがほんのりとする程度なので、香りが苦手な方にも安心して使っていただきやすいタイプで、資生堂は原料のような香りの中にほんの少しだけスキンケアのような香りを感じるタイプ。そしてカネボウは今回ご紹介した7種類の中で一番香りを感じるタイプでしたが、こちらも軽いスキンケアのような香りがついている程度なので、今期の新作ファンデーションは全体的に香りが苦手な方にも使っていただきやすいアイテムが多かったなという印象でした。そしてどのファンデーションもパサパサに乾燥してしまったり、反対にドロドロに崩れてしまうというアイテムはなかったですが、この7種類の中でも特に皮脂や汗崩れに強くてベタつき感を抑えたいという方や、皮脂が気になる肌タイプの方におすすめなのはカネボウと資生堂で、反対に保湿力が高いアイテムの中でも特に長時間肌に潤いを与え続けてくれたなと感じたのは MAC とルナソルでした。こちらの2つは秋冬に向けてかなり乾燥が気になるという方にも安心して使っていただきやすいと思います。そしてルナソル RMK アディクションも乾燥肌の方にかなりおすすめでしたが、こちらの3つはもう少し気温が落ち着けば皮脂が気になる肌タイプの方にも安心して使っていただきやすいんじゃないかなと感じたので、肌質選ばずに使いやすいタイプだったなというイメージです。組み合わせる下地や肌タイプによって仕上がりや崩れ方などに違いは出てくるかと思いますが、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。